female virginity has been on the rise in Japan as well as men's one. According to a government survey, nearly 50% of the women in their 20s are single nowadays. And some surveys and research I've checked say, these are some of the common reasons why many Japanese women don't want to get married nowadays. So just like men, seems like a lot of women losing interest in dating or marriage and choose to remain single. やっぱりもう全部自由、自分の時間が好きなように使えて、行きたいところ行けて、あとなんか連絡来るかなどうかなとか、そういう不安になったりとか、そういう時間、そういう変な時間がないのが楽。まあ、もし彼氏がなんか SNS とかやってて、なんかその女の子と遊んでたら誰だろうこの子ってなんか毎回気になっちゃいますよね。でなんか連絡もこれ誰だろうこの子と遊んでんだからまだみたいななんか不安になる時間がすごく多くなるそうです。あとはなんか私の友達とかなんか結構旦那の文句とか別に全員がなんか幸せに結婚イコール幸せじゃないと分かったんで、結婚はしなくていいかなっていう話ですね。私の同年代とかちょっと上の世代の方から結婚してからの悩みを結構聞いたんですね。いろんな方から大変らしいということがわかるんですよ。私はやりたいことがはっきりあるんですね。動画も作っていきたいですし、小説も書きたいっていうのがあって、多分結婚してしまったらパートナーの方との生活のために結構頑張っちゃうと思うんですよ。で、それこそ子供とかができたらなんか無事幸せになれるのか健やかに育つのかっていうのはすごく思いますね。私と同じように育ってしまったらきっと楽な人生ではないので、私と同じような思いをする子供は未来の世代にしてほしくないなっていうのが。確かに独身でも全然 OK ですよね。ただこう自分が結婚してきた経験として思うのは、自分の成長にはなったかなっていう感情を持つ人って今まで血縁ですよね。上下なので親だったり。でもまるでバックグラウンドの違う他人に対して尊敬尊重し合うとか信頼するとか協調性を持ってやっていくなんてことをしなくて済むので、それはやっぱり結婚したことによって成長するっていうことにもつながるかなっていう気はします。Now previously, we saw a woman becoming a porn actress with a husband and kid. A woman who's been having sex a lot since when she was a teenager. なんかやっぱ若い時ってできる場所だったらどこでもしてたっていうのが結構。And today, we're gonna see completely the opposite case. Someone who never had a relationship or dating experience in her entire life. So let's find out why she is still single and virgin. 仕事は今もアニメーションの会社で働いていて、個人的な活動としては大学入ってから始めてコスプレはずっと続けてる趣味の一つです。変身願望があるというか、自分じゃない何かになれるっていうのが好き。基本的に自分のことあんまり好きじゃなかったので、そのなんかキャラになりきっている自分のことなら好きになれるというか、コスプレもそうですけど、なんか会社行く時とかもなんかショートコント会社員みたいなしてみたいなので頑張ってるんですけど、基本的にあんまりこう自己評価は高くないのが最近の悩みですね。友達とかいっぱいいた感じですか？いや、これがいないわけじゃないんですけど、小学校で卒業して中学高校でアニメにハマってるってなんかちょっとこう陰キャなイメージというか、オタクかみたいな、何それめっちゃ変みたいな、キモいみたいなことを言われかねない世界だったんですよ、まだ。だからアニメが好きって言ってなくて、日本でアニメって言ってもね、今は世界に誇られるって言われてますけど、本当にここ最近だと私は海外のオタクの友達とかはやっぱり日本のアニメ文化を好きでいてくれるので、まあちょっとオタクなんだよねみたいな、アニメの会社とかに入りたいなと思っててって言ったら、素晴らしいよみたいななんて素晴らしいんだって褒めてくれて、まあ、その時にやっぱりこう自信持てるというか、これからいっぱいアニメ見るねみたいなこと言われるとまあ少なからず何か作品に関わってることってなんかこうどこかで彼らと繋がってるなって思う。やっぱいいですよね。いいですね。友達は確かに海外の人の方がそこは寛容かもしれない。確かに中学校高校と上がってデートとかこう
カップルとか、うんうん。する時期じゃないですあか。どうでしたその時はあんまり恋愛とか。中学高校と女子校なんですよ。いわゆる。なので、本当に皆無っちゃ皆無。で、大学でオタク解禁みたいな。自分で稼げるようになって、バイトして、お金貯めて、もうオタク最高みたいな。恋愛よりもそれ以上に熱量を捧げるものが今までいっぱいあったから、普通、あまり普通って言葉使いたくないんですけど、何かしらそういうことがあってもよかったはずなんですけど、なぜか何もなかったし、全く興味がなかったですね。こと私に関しては、やっぱり周りの子が結婚しても、遊ぶ友達が少なくなっていって、ちょっと寂しいなってあっても、そんなに焦らなかったんですよ。30だどうのって。なんか別に私は私の人生だしな、みたいな。なんかこう、誰かと生活をして、誰かとこう家庭を作るっていう時に、果たして私は仕事と両立できるんだろうかっていう、すごい不安になっちゃって。社会的なことを考えれば、それはまずいというか、子供が減ったら日本は衰退してしまいますから、それは良くないなっていうのは分かってはいるんですけど、この厳しい日本社会というか、今後未来がないと感じてしまう社会に自分の遺伝子を生み落とすことに対しての罪悪感があるんですよ。こんな厳しい社会に私ですらこんなに生きていくのに辛いのに、また命を作り出してしまうのかという、新しい命に対しての責任も持てるかって言われると、いやもうちょっと頑張んないとなみたいな。言わせないようにしてた可能性もあります。AT フィールド貼るみたいなところもあるし、それをされた瞬間に、無理だってなって、無視してる可能性は私はありますね。お家でゲームしてた方が楽しいから、連絡来てるけど、まあいっかみたいな。今思い返せばデートだったかもしれないとか、今思い返せば言い寄られてたのかもしれない。でも、明言されてなかったら、本当に気づいてないことがある。多分めちゃめちゃ鈍感なのもあるし、そもそも自己評価が低いというか、自分に対してそんなこと思うわけがないって思ってるから、例えば、めっちゃ好きなね、俳優さんとかが、君のことが好きでとか言われたら、いや、それはやめてください。私なんかを見る人間がそんな、ダメです、みたいな。だから自己評価が低いっていうのはそういうことなんですけど。そう。別に毛嫌いしてるわけじゃないんですよ。本当に、容姿に自分に自信がないんですよ。本当に。そうなんですよ。メイクしてめっちゃ頑張ってるからなわけで、家にいる自分に対してすごい、全然自信がない。でもでも評価はされちゃう。そのギャップにすごい、苦しむ時があるんですけど、ね、コスプレとかもそうですけど、私にしか迷惑がかからないというか、に関してはすぐ行動できる。人が関わった瞬間に一気にやれなくなるんですね。本当に恋愛もそうですけど、その人の時間を使ってしまう。そういう仲になった時って、やっぱりその人の時間を使いながら一緒に過ごす。それがいいことなんですけど、でもこの人にそんな時間を使わせていいんだろうかとかっていうのをすぐ考えちゃうから、だから友達も少ないし、彼氏もできないし、本当は言いたいですよ。仕事終わりにディズニー行こうとか、USJ 行かないみたいなっていう行動力のまま一人じゃなくて誰かと行きたいし、そういう願望はあるんですけど、いやでも迷惑なんじゃないかっていうか、あれこれ私一人でもできるから一人でやるか。よしみたいな。影響が全くないわけではない。そりゃ理想を描いちゃう。というかこういうキャラ、こんななのに、こんなひどいこと言うんだ、現実の人たち、みたいな。やっぱアニメの世界がいいな、みたいな。そういう面では二次元ってすごい素敵な存在なだけで。でも、やっぱり3次元と2次元が違うことは分かってるし、このキャラが好きだから、こういうキャラになってとは全く思わない。現実は分かってるタイプのオタクなんですけど、でも影響はありますよね、それはね。こんな素敵なこと言ってくれる人がいたらいいのにな、みたいなのは、そりゃあります。そうなんですね。それを見て、結構やる気出るというか、自分もしたいなとは思います。それは全然、今はありますね。当初は応援してる自分が最高っていう。もう、ナルトが結婚してね、ほかげになって子供産んで、おめでとうおめでとうみたいな。今はでも、ああいう家庭を持つっていいことなのかもしれないっていう自分ごとでちょっと考えれるようになってますけど。
別に容姿とかあんまり気にしない。あ、そうですか。うん。かっこいい方がいい。お金を稼いでいた方がいい。それはそうです。でもそのマストではないというか、内面を好きになったら別に関係のない話というか、まあただ確かにその好みはちょっとわかり始めてるというか、まあ塩顔系だったりとか、まああと運動する人がいいとか、せめて170ぐらいとか自分の身長よりはあってほしいとか、っていう条件はどんどん積み上がってきちゃったので、そう、それは、まあそれは弊害というか、まあでも、なんかこう、もうじゃあ絶対になんか、王子さんみたいな人がいいですっていうオタクではないというか。どういう人がいいんですか？ああ、これよく言われるんですけど、オタクだからオタク同士がいいんじゃないって言われるんですけど、それ困るんですよ。新しいこと挑戦するのも好きだし、意外とアクティブというか、海外とかも一人で行くぐらいには、一人でできちゃうことが多いから、ゲームとかアニメとかは、否定しないでほしいですけどね。一緒に新しいことを教えてくれる人じゃないと、多分私飽きちゃう。こういうレンズみたいな、わかりますか？重なってる部分もあるけど、知らない部分が多い人みたいな人がいいなっていうわがままがね、生まれますよね。それはわかりうん、ます。全く同じだったら結構つまらないだろうなっていう。うん。でも、その方が安定するなとは思いますね。なんか、うん。でも今はそれじゃないなっていう。今世界を広げる方が私は今楽しい。まあ前はでもなんか別に良くないっていう気持ち。てか最近の人たち結構多いと思うんですよ。だって必要のないことだから、まあ恋愛もそうですけど、きっと知ったら面白いと思うので、まあ私はまだちょっと諦めてないというか、別に絶対嫌ですみたいな。死んでも嫌ですとかじゃないんですよ。そのキリスト教だからとか、何か家訓があるとかではない。でもただその機会がない。で、あとめんどくさい。そこまでに至るのにっていう。プロセスを考えると、じゃあワンナイトでいいんですかって言われたらそれは嫌だし。そう。ワンナイトとかそう。だから信頼関係を作って、で、そういうことに至るっていう、このプロセス長くないみたいな。もうじゃあ別にいいか、みたいな。そこまでしなくてももっと面白いこといっぱいあるしな、みたいな。いつぞやかはって思いますけど。でもなんかそれに対してのコンプレックスは絶対感じなくていいと思ってるし、だから早くしなきゃとか、それ一時期思う時はありますけど、それは絶対しなくていい。でも、いや、はい、じゃあ、初めてなんですけど、みたいなこと言われた時に、いや、重いかなっていうのはちょっと思う。いや、重いと思わないでほしいっていう未来の人にちょっと祈っているんですけど、重いと思わないでくれっていう気持ちなんですけどね。それは受け入れてほしいなと思いながら、でもそれは本当なので。自分と同じようというか、あんまり経験がない人の方がいいですか？嫌です、それ。いや、もうここまで来たらもう教えてもらう方がいいです。私は。お任せしますみたいな。なんだこれって感じだけど。なんか将来彼氏になる人に対しての、元カノがどうとか、何人付き合ってたとかってあんまり気にしないというか、彼の人格を形成した人たちっていうのは否定しないので、別にそういう過去の話も聞きたいし。こと私のマインドとしては、どっちかといえば引き上げてもらう方が、グッて成長できると思ってるんで、いろんな意味で。なくていいですよ。それは恋愛もなくていいし、そういう行為も選ばない人生を私は否定しないというか、私もそのまま生きていこうと思っていましたけど、ないだけで進むよりは、あったかもしれないを経験しないとね、なんかもったいないから人生がいろんな人と会って結婚できるかなっていう人たちを探してる状態は続けたい。で、どっかで多分、結婚本当にするか、もういいやって思うか別にいらなくないって思ったら別にいらないし、それが分かるまでは頑張ろうっていう感じですね。